こんにちは。今更ですが、このチャンネルで目指しているのは右脳シフト、つまり自動思考という頭の中をぐるぐる回っている独り言の思考を減らして、外側の世界と関係なく幸せ感にあふれる状態になることです。そこで自動思考を減らそうという方にとっての出来事の捉え方について、ネドジュンさんのお話をご紹介します。この出来事を捉えるって一体どういうことでしょうか？例えば道を歩いています。大きな道路があって車がバンバン通っていて、信号があるので信号に目を向けて、赤信号が青信号になるまで待って、青信号になったので横断歩道を渡っていきます。これらは特に出来事として捉えているというよりは、単に流れていく、認知して当たり前の出来事として流れていく、そんな日常のワンシーンになるかと思います。出来事を捉えるっていうのは、この出来事って一体私にとっていいことなのか、それとも悪いことが起きているの？どういうことっていう感じで捉える。すでに起きたことに対してどう捉えたらいいんだろうっていうような姿勢ですね。結構あるんじゃないかと思います。往々にして私たちは特に印象的な出来事が起きたとき、これっていいことが起きてるんだろうか、それとも何かまた悪いパターンみたいなとこに入っちゃってるんだろうかと、その出来事を自分の認知で捉え直そうとすることがあると思います。でも実はこれ全部思考なんですね。それで思考ですから反転するわけです。いいことだと判断しても後に、いや、あれは悪いことだったってなりますし、悪いことだと思った後に、いや、悪いことではなかったな、みたいなことが起こります。そして大切なことは何かというと、このすでに起きた過去の出来事を取り扱うのは左脳だということなんです。左脳は過去の出来事や未来の予測を扱います。ですから私たちがこれっていいことかな、悪いことかなってやってる間中、左脳の自動思考が活性化してるんです。そして私たちの目標とする自動思考を沈めていくということが叶わないっていう結果になります。実は私、いいことが起きて喜んで生きていく生き方っていうのは結構好きなんです。よかったね、よかったね、いいよね。なんか悪いことに見えるけど、これっていいよねっていうふうに感じながら明るく生きるっていうのは私すごい好きな生き方です。でもなんかちょっとポジティブすぎるというか、なんか無理やりポジティブに持っていく、そういうのもまあまあありかなぐらいには思ってますが、残念なことにこれらは全部思考であって、私たちの前提条件である自動思考を沈めていくというところからは真逆のことになるんです。ですから私たちはこれに代わる新しい捉え方、姿勢というものが必要になってきます。私自身がいろいろ試してみて自分に一番しっくりくる出来事の捉え方というのがあります。それがゆるく開いた愛のパイプでいさせてください。ゆるく開いた愛のパイプでいさせてください。これは結構一日に何度も自分の心の中で唱えます。このゆるく開くっていうのは解釈しませんということです。そして何に開いているかと言いますと、次の瞬間、次の瞬間、また次の瞬間の体の感覚、五感に対して開いていたいですということです。そして愛のパイプというのは結局のところ全部すべての感覚をやってきて通り過ぎていくものですから、捉えるにあたってはパイプのようでありたい。
それを止めて手で掴んだりせず、次々と流していくパイプでありたい。そして愛というのは、もう意識ができる精一杯、一番私にできる高いあり方をさせてくださいという祈りです。ですから、私にとって出来事の捉え方で自動思考を沈めていくことができる姿勢というのが、このゆるく開いた愛のパイプでいさせてくださいということになります。特に未来に対して、今から予定に対して、例えばなんか大きな会議があるとか、なかなか大変なお仕事があるとき、ちょっと未来に対して身構えているなぁと感じたときに、この言葉を心の中で唱えて祈るような感じになっています。ゆるく開いた愛のパイプでいさせてください。次の瞬間、次の瞬間に開いていさせてくださいっていうことです。では、このゆるく開いたところを五感が通っていくというのは、例えばものすごい出来事が目の前でガッシャーンって起こったとして、そのガッシャーンは耳から入った音です。目で見た神経の刺激です。五感です。それらは私に一瞬の衝撃を与えますが、その衝撃もまた感覚であって通り抜けていきます。そしてまた次の瞬間、新しいものが通り抜けていきます。そして私という意識がこの感覚をつかみ損ねたとしても、それは私たちの脳の大部分を使ってくれている本体意識、この体を完全に管理してくれているものすごい大きな無意識の手から漏れることはありません。すべてを大きな無意識は認知してくれています。私が受け取りそびれても、ちょっとびっくりしてポカーンとして次の瞬間を取り損なったとしても、それはちゃんと大きな無意識が感じ取ってくれているので、本当に大切なことは直感という形で私にフィードバックしてくれるという信頼を持っています。なので次の瞬間、次の瞬間に対して開かせてください。この体が感じる五感をできるだけそのまま感じさせてくださいという祈りであって、その上で大きな無意識に対する信頼感、それから私は信じていますという気持ち、そういったものが込められています。基本的なところに戻るのですが、私たちは意識の焦点です。この私って思っている意識です。イラストではこの矢印がくっついて、私たちは矢印を向けることができます。すべての物事に対して自分で選んで、どこかに矢印を向けることができます。そして面白いんですが、この矢印を向けた、私たちが意識を向けたところが拡大していくという面白いお役目があります。それが意識の焦点である私たちです。ですから私たちは何を拡大したいかっていうのを常に選んでいきたいんですね。思考に焦点を当てると思考が拡大して左脳が過剰になるという結果をもたらします。ですからそれがすごく大事な出来事であったも、過去のものを手で捉えて、これはどうなんだろう、ああなんだろうというふうにそこに焦点を当ててしまうと、結局私たちの役割である意識を向けたものが拡大するというお役目によって、左脳が過剰になってしまうという結果になるんです。なので私たちは常に、今思考に意識を向けてしまっているなということに気がついて、そしてゆるく開いた愛のパイプでいさせてください。こんな感じの次の瞬間、次の瞬間にまた戻ってこようという捉え方、姿勢を持ってみるのはどうでしょうか。この
緩く開いた愛のパイプでいさせてくださいっていうのは、私がいろいろやってみて、一番自分に合ってるなっていうやり方です。ご自分でやってみて、もうちょっとこんな言葉の方が私にはしっくりくるかなというふうにアレンジしながら使っていただけたらと思います。今回のテーマである出来事の捉え方、答えは捉えないという変な結論になってしまうんですが、出来事を捉えるのではなく、あえて捉えずに大きな無意識への信頼を持って、次の瞬間、次の瞬間の五感に開いていましょう。五感を味わっていきましょうというのが、私からのご提案になります。とても変ですよね。これっていいことなのかしら、悪いことなのかしら、みたいな感じで、物事を考えるのは私全然嫌いじゃないんです。それはそれで人生を考察するということですごく面白い体験だし、そこから学ぶこともすごく多いんですが、それをあまりやってしまうと、本当にどんどん思考が拡大してしまうので、それを避けるためにも、次の瞬間、次の瞬間へ開いていく。忘れずに、どんどん五感を味わっていく。そんなあり方を、ちょっとしばらくご自身でやっていただけたらと思うのです。このゆるーくベローンと開いてる感じがいいんです。選ばないってことです。どんなことが次の瞬間に来ても、できるだけ気づきたいです。それを感じていたいんです。味わっていたいんですっていう、このゆるい感じが好きです。そして、愛のパイプっていう、この言葉がピンとこなかったり、もっと違う言葉がいいっていう方もいらっしゃると思います。私にとって最大級、自分にできる最大級が愛なのかなって思いますので、体に対する愛、そこからこの生きているということに対する愛を思い出させてくれる愛のパイプでいてくださいというこの言葉を一日に何度も心の中で唱えています。自分が身構えているなと思ったら唱えるようにしています。そしてまたこの瞬間に戻ってくるという感じです。私にとっての出来事の捉え方は、一つ一つの出来事を捉えるのではなく、大きな無意識に信頼して手放して、次に来るものに開いていくという形です。いかがだったでしょうか？愛のパイプ、いいですよね。出来事を解釈せず、五感を感じ、愛という工事のあり方、ぜひ皆さんも日常で試してみてください。最後に今回の内容を瞑想的にお届けします。意識を胸の中心に向けながら、ゆったりとした感じでお聞きください。出来事を捉えるってどういうこと？日常の出来事はただ流れていきます。でも、これはいいこと？悪いこと？と意味付けした瞬間、思考が動き出します。いいことだと思ったのに、後であれは悪かったかもと思う。逆もあります。出来事の評価はいつも変わる。それが思考なんです。出来事を判断しているとき、動いているのは左脳です。左脳は過去と未来を扱います。
自動思考が活性化していきます。明るく生きるのは素敵なこと。でも、無理やりポジティブも思考です。思考を重ねるほど、自動思考からは離れられません。ではどう捉えればいいのでしょう。おすすめは、ゆるく開いた愛のパイプでいさせてくださいという姿勢です。解釈しない、五感に開いている愛である。このあり方が愛のパイプなのです。大きな音がしても、それは耳で受け取った感覚。驚きも感覚として流れていきます。つかまずに、ただ流す。それがパイプのようなあり方です。もし感覚を受け取れなくても大丈夫。大きな無意識がすべてを感じています。必要なことは直感として教えてくれます。信頼して今に開いていきましょう。意識は矢印のようなもの。向けたところが拡大します。思考に意識を向けると思考が大きくなる。だから五感に戻ります。思考に偏っているなと気づいたら、ゆるく開いた愛のパイプでいさせてください。そう唱えて体の感覚を感じます。出来事を捉えないというあり方。手放して五感に開いていく。それが自動思考を減らす方法です。出来事は現れの現れ。ただ現れては消えていくもの。解釈せず、気づき、味わい、流していく。それが愛のパイプのあり方です。このまましばらく意識を胸の中心に向けてゆったりとお過ごしください。